Hola gente, soy Osmin. Y yo soy Eli. Bienvenidos al canal Españoleando JP. このチャンネルに学びに来てくれてありがとうございます。このチャンネルではネイティブ教師のお手伝いで本格的なスペイン語を学ぶことができます。それに加えてスペイン語圏について様々な興味深い情報もたっぷりとご紹介しますので、最後までジョインしてくださいね。Hoy vamos a comenzar a hablar sobre el alfabeto español. Todo lo que necesitas saber lo trataremos aquí en una serie de 4 videos, de los cuales este es el primero. さあ、今回はスペイン語アルファベットについてお話しします。知るべきことはすべて教えちゃいますよ。ただ、長くなりすぎないようにアルファベットシリーズ4本の動画でお送りします。これからお話しする内容はアルファベットの起源、つまり現在のアルファベットはどこから来たのか、文字の呼び方と読み方、文字自体はどのように呼ばれているのか、他の文字と組み合わせたときどのように読むのかを説明していきます。アルファベットを覚えるコツ、文字の呼び方をより簡単に覚えるためのコツ、不規則な発音のある文字と地域的な違いの徹底解説、いわゆる予想外の読み方のある文字や他の文字と組み合わせた時の発音の変化や地域別に発音が異なる文字の詳しい解説、アルファベットがなぜ必要？結局なぜアルファベットを覚える必要があるの？どんな時に使えるの？そしてネイティブからのアドバイスやコツをボーナスで共有しますから絶対見逃さないでね。一言で言うと、このシリーズを全部見たら書いてあることの意味がわからなくてもスペイン語での文章が確実に読めるようになりますよ。Entonces, ¿vamos a empezar? では、始めましょう。アルファベットっていうのはスペイン語だけでなく西洋の言語なら基本的に同じものを使ってますよね。その起源はラテン語のアルファベットにあって、そこからロマンス語はもちろん英語やドイツ語などの他の言語も進化しました。スペイン語アルファベットの起源はローマで話されていたラテン語のローマンアルファベットで、その名前が示唆するように古代ローマ人によって使用されたものだった。ローマ人が使っていたアルファベットはギリシャ人の改作で、そしてギリシャ人は以前にフェニキア人からのものを借用していました。フェニキア人のアルファベットの元は古代エジプトで作られた象形文字で、このように歴史をたどって執筆の始めに遡ることができます。ちなみに皆さん、古代ローマ人やギリシャ人やフェニキア人などが話していた言葉のスペイン語への影響って覚えていますか？覚えていない人は前回のビデオスペイン語の起源を見といてくださいね。現在幅広く使われているアルファベットという名前の由来はラテン語のアルファベトムにあります。そしてラテン語のアルファベトムは古代ギリシャ語の最初の2文字アルファとベータからできた単語です。それは面白いですね。ちなみにスペイン語アルファベットはアルファベットの他にアベセダリオとも言えます。その名も最初の3つの文字 A、B、C の呼び方からできた単語です。次にスペイン語アルファベットのすべての文字をご紹介します。現代のスペイン語アルファベットはご覧の表のように27の文字があります。そうです。英語アルファベットより1つ多いですね。その文字はスペイン語の独特のエンニェになります。エスパニョル、スペイン語という単語の中でも使われていて、スペイン語の最も代表的な文字だと言えます。以前 CH と WL という二重音詞または複文字はアルファベットに含まれていましたが、1990年代にアルファベットから廃棄されて複文字扱いとなりました。 WR も含むこれらの3つの複文字は1つの音を表す2文字の組み合わせなのでアルファベットの1文字ではありません。
しかし、前回の動画、スペイン語の起源でお話ししたように、言語は生きているので、ご覧の表はあくまで2020年6月現在のものなので、今後必要に応じてまた改定があっても珍しくないです。では、各文字はどう呼ばれているのか、母音と組んでいるときにどう発音するのかを十分の例を挙げながら一緒に読み上げていきましょう。特別な発音の解説はまた別の動画で説明します。そしてどうやってスペイン語の文字の音を出せばいいのかより簡単に分かるために口元をクローズアップするから参考にして真似してみましょう。auto, bate, biberón, bota, bufanda, cena, cine, casa, coco, cuna, dado, dedo, diente, ducha, elefante, F, faro, diferente, firma, foto, fuente, gente, girasol, gato, espaguetis, guía, gota, guante, H, hamaca, helado, hipopótamo, búho, huevo, imán, J, Japón, tijeras, jirafa, ojo, jugo, karate, kendo, kilogramo, koala, Kuwait, L, lata, león, limón, pelo, luna, M, mano, mesa, momia, muela, N, nariz, nevera, nieve, mono, nube, ñ, España, muñeca, meñique, niño, pañuelo, oso, pasaporte, pepino, puente, Q, queso, mosquito, R, cara, gorra, oreja, torre, mariposa, río, oro, rosa, Perú, rueda, S, sal, 6, sirena, sol, sudor, T, tapa, vestido, tomate,
aceituna, uva, vaso, ventana, vino, pavo, vuelo, Hawaii, web, kiwi, word, X, examen, boxeo, taxi, saxofón, yate, yema, yin, mayo, judo, rey, y zeta, zapato, buzón, azul, cepelín, zipper。いかがでしょうか皆さん。簡単でしたか？実はよく見てみると英語アルファベットにちょっと似てますよね。英語で子音プラス E というような音で呼ばれている文字が多いんですよね。例えば B、C、D などですね。そのグループはスペイン語で子音プラス A のような呼び方になります。例えば B、C、D などですね。ただし Y だけは違いますよ。スペイン語で J と言いますから、このパターンの例外になりますね。そして英語で A プラス子音という呼び方のパターンはスペイン語で A プラス子音プラス E になります。例えば L は L、M は M、N は N などですね。これを覚えておくと、特に英語アルファベットに似ていない文字に集中ができますよ。その数が少ないから比較的に覚えやすいかと思いますね。では皆さん、これでアルファベットシリーズ動画の第1回を切り上げます。次のビデオもぜひ見てくださいね。この動画が気に入ってくれたらいいねで知らせてくださいね。まだチャンネル登録してない方、フォローお願いします。そして動画をアップしたらすぐにお知らせが来るように通知ベルをアクティブにしてくださいね。また、スペイン語やヒスパニック系の文化に興味がある人にもぜひこの動画を共有してくださいね。では、Hasta el próximo video. Chao.